こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は7月16日木曜日。時刻は昼の1時半を回りました。暑い。とにかく暑いですね。一気に気温が上がりましたね。暑い。ものすごい暑いです。今日の最高気温何度かなこれ。もう31か32度ぐらいはあるんじゃないかな。ご覧の通りこういう感じの緑溢れる自然豊かな森の中を歩いてます。日陰にいればね、多少なりともこう風が入ってくるんで、ちょっと涼しいといえば涼しいですね。それでもやっぱり湿度が高いもんだから、このベタつく、このまとわりつくようなこの空気感。いよいよやってきましたね。この真夏のシーズン。いやー、暑い。けど、相変わらず今日もこうして、外の景色を交えながら、動画を回しています。とりあえず歩こうか。こうやって歩きながら動画を撮るの久しぶりですね。最近は、定点撮影みたいな感じの、それも、もうひたすら、一人語りをし続けるような、そんな感じの、ポッドキャストみたいな動画が多かったけれど、で、たまに Vlog を撮る時もあります。前回投稿した動画も、そんな感じで撮ったんですよね。Vlog って、確かに、ちょっと難しい部分はあるかもしれません。もう表現の幅が、もう無限のように広がる一方で、どんな風に撮影したらいいかわからないって、いろいろ思うところはあると思うんですよね。自分の場合は、海外の Vlogger さんたちの動画を見ながら、今まで、なんというか、試行錯誤を交えて、撮り続けてきたんですよね。で、編集スタイルというか、カラーグレーディングもそうだし、その、映像の質感もそうだけれど、そういうのもね、やはり、海外の Vlogger さんだったり、または映像クリエイターの方々の、そのチュートリアル動画やハウツー動画、そういうのを、こう、見ながら、もうひたすら、こう、手を動かしてきたんですよ。最初はね、慣れない操作にすごい苦戦していたけれどね、その編集ソフトの扱いにおいては。それもね、使い続けていくと、次第に慣れてくるんですよね。基本的なことはだいぶできるようになってきたわけで。何事も経験ですよ。一個ずつ積み重ねる、自分のペースで続けることが、人生においてとても大切であるというふうに僕はそう思います。そんなところかな。いや、すごいね、これはこの緑溢れる、この自然豊かな景色。あの辺りで動画撮ろうかな。いや、マジで水筒、これ持ってきてよかった、ほんまに。冷てえ。水分補給は絶対に必須。はい。というわけで、今日話すテーマは特に決めてはいないんですけれども、期待値を下げること。できる限りハードルを下げまくる。こういうテーマを交えて話したいと思います。すべて僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、そういう意見もあるんだなというぐらいの気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。で、本当だったら今日こうして外で動画を撮るつもりなかったんですよね。気温が一気に上がって、で、湿度もすごい高いじゃないですか。うわー、だるいなー、しんどいなーって。でも今自分が考えてることをもう単純に話したいなーって、その話したいっていう気持ちが抑えきれなくてね。で、それでこうして、このカメラと、あとはリュックに、水筒を入れて、それでこの場所まで行こうって決めたんですよね。やっぱりね、
体を動かさないと、もうどんどん衰えてくるんですよ。体力だけではなく、そのメンタル的な部分においても、もうなんていうのかね、すごい、そのマイナス思考だったり、またはもう出口の見えない、もう答えの見つかるはずのない反数思考に陥ってしまったりとかして、もうそれがね、ちょっと自分にとっては良くないなと思ったんで、それで、この緑あふれる自然豊かな場所まで、散歩することに決めました。で、散歩するだけではちょっと面白くないんで、まあ、その一環として、ついでに動画を一本撮ろうかなと思い、今こうして、カメラを回しているんですけれども、いつも僕の動画を見てくださってる視聴者の皆さん、本当に、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。で、何かをするとき、100点満点を目指さないといけないとか、常にこうじゃなきゃいけない、こうしないといけないとか、そうやって何かその平均点以上の何かを作らないといけないとか、そうやってなんかハードルをこう無意識のうちに上げてしまう人ってたくさんいるんじゃないかなと思うんですよ。完璧思考だったり、または100点満点を目指す、その100点至上主義って言ったらいいか、ようわからんけれど、そういうのを僕あんま好きじゃないんですよね。もしくは、そう。あともう一つは、減点主義減点方式における評価制度とか、僕そういうのめっちゃ嫌いで、100点満点であることをベースに、少しでも良くない部分やダメなところがあったら、もう即マイナス評価される。そこからどんどん減点されていくっていうね。これ、評価される側からすれば、ものすごいプレッシャーですし、ものすごいしんどいんですよ。で、何も嬉しくないじゃないですか。常にこう、もうダメ出しされる。常に、こう、指摘されまくるとかさ、そんなんさ、誰も喜ばないし、誰一人とて自己肯定感が上がることもなく、その前向きな、その気持ちであったり、よし、次はこれにチャレンジしてみようとか、次はこういうことを、よし、次はこういうことをやってみようとか、次はこれに向けてチャレンジしてみようとか、そういった何かしらの、その、チャレンジ精神や何か新しいことに取り組む上での、その意欲であったり、そういうものがどんどん失われていくんですよね。そういう面ではね、減点方式よりは加点方式の方が自分は性に合ってるんですよ。もう別にね、平均点目指さなくてもいいし、なんなら1点、2点プラスになるだけでも僕はそれで十分だと思ってるんですよね。もう20点か30点を目指す。で、そこから徐々に1個ずつ積み上げていくような感じでやっていけばいいと思ってるんですよ。まあ、完璧主義な人たちの気持ちは別にわからなくはないし、できる限りミスを減らすっていう取り組みは、それは確かに素晴らしいと思います。けれど、何かをするにしても意思決定が遅すぎるし、その PDCA サイクル、そうやってもう、実行に移すまで、その意思決定に至るまでがあまりにも遅すぎる。僕そういうのがね、嫌いなんですよ。そういうのが苦手でして、もうそうやってどんどんこの緻密にもうずっと考え続けてはずっとうずくまって、何か新しいことを始めるその前の段階で、もうずっと考え事を繰り返していたら、いつの間にか時間だけがね、いつの間にか時間がどんどん過ぎていくんですよ。個人的にはね、この2020年に入ったあたりから、一気に、もう時間の経つスピードがすごい速くなったなと思って、まあこれはね、30代に入ってから一気に時間が経つのが早くなったって、そう感じる人ってたくさんいると思うんですよ。まあ僕もそのうちの一人なんですけどね。まあ、ほぼ全ての人々はそう思ってんじゃないですか。もう7月あっという間じゃんみたいな。7月もあと半分切った。こんなに時間経つの早かったっけみたいな。まあそういう風に感じる人ってきっとたくさんいると思うんですよ。まあその中でね、時間が経つのは本当にあっという間ですし、こうやって5体満足でいられるのも今しかないんですよ。そういう面では、もうあれこれ考えずに、今やれよとか、今できることを、もうスパッとやればいいじゃんって。僕はそう考えるタイプなんですよね。これまで日本国内または海外を旅していた時もそうだったけれど、もっと完璧に英語を話せるようになってから行こうとか、もっとそうたくさんのお金を貯めてから次回あの国へ行ってみようとか、この場所へ行ってみようとか、いろいろ考える人いると思うけれど、そんなんやってたら、あっという間に時間が過ぎるし、まあそうやって自分自身が年老いて、それも足腰が不自由な、そういう体になっているかもしれないんですよ。まあそれに対してね、ものすごい恐怖を覚えたんですよ。これはもう今やるしかないと思って、それで過去のヨーロッパ横断旅であったり、
ニュージーランド縦断旅と、そして今年4月に行ったオーストラリア旅もそうだったけれど、これについては、潔く決断を下す。もう、一気にやってみようみたいな感じで、そうやって踏み切る勢いがね、そうやって踏み切るくらいの潔さがとても大切であるというふうに僕はそう考えてます。人それぞれ事情は異なりますし、考え方は人それぞれですので何とも言えませんが、自分の場合は 1% でもできる可能性があったらやる。で、少しでも何か話したい気持ちがあるとか、もしくは何か動画を撮りたいとか、写真を撮りたいっていう気持ちが少しでもあったら、その気持ちに従う。そうやって自分の心の声に従うことがとても大切であるというふうに考えています。そうやって自分軸でいることですね。他人に言われたから仕方なくやるとか、周りの人たちがこうやってるから自分もそれをやるとか、みんなこれが欲しがる。じゃあ自分も買っちゃおうとか、そうやって周りに流されるっていうのがめっちゃ嫌いなんですよ。そういう面ではね、僕集団行動がすごい嫌いでして、なんか自分自身の個性が失われる。その自分のその考える力も失われて、で、自分のその、なんていうかね、この自己主張って言ったらあれですけれど、やはり自分の意思で、その自分のその考えに従うこと、その自分の目線で、これはいいけれど、これは良くないとか、そうやって自分の判断、自分の頭で考えて判断すること、そうやって意思決定を下すことがとても大切であると。それについてはね、本当昔の自分に言い聞かせたいですよ。10代の頃の自分に対して言い聞かせたいですね。何をするにも、ちょっと今のままでは多分できないだろうな。もう即失敗するだろうなとか、そうやってやる前からものすごい恐れていた頃があったんですよ。多分大なり小なりそういうのってきっとあると思うんですよ。何か新しいことをするとき、何か違うことをやるってなったとき、どうしてもね、その防衛反応が出てしまったりとか、人間誰しもそういうのってあると思うんですよね。僕も昔はそうだった。今でもそういうのをちょっとあるといえばあるけれど、でも、それを言い訳にして何もしなかったら、それでおしまいなんですよね。そうやって今こうして5体満足でいるうちに、それも多少なりともこう体が元気なうちに、一個でも多くの体験をしてみたいですし、あらゆる経験値を積み重ねて、で、それをもとに、その自分以外の誰かに対して、そっと背中を押せるような、そういう些細なきっかけを与えれる、そういう価値のある人間であり続けたいと。今、まさにね、そんな感じのことを思いながら今こうして、動画を回しています。だから何でもかんでも、0、100で決めつけたりとか、1から100まで全部徹底的にやらないといけないとかさ、そうやって結果を出すのが全て、答えを完全に用意するのが当たり前とか、そうやって、なんていうか、その脅迫観念にとらわれながら日々の生活を送る、そんな状態を続けていたら、いつか必ず自分の心が壊れて、で、体も壊していって、で、気がついたら、なんてストレスフルな人生だったんだろう。なんて虚しい人生だったんだろうって。そんな風に陥ってしまう。そういう最後を迎えてしまう危険性だって十分にあるんですよ。あんなに働かなければよかった。あんな職場で妥協しながら働かなければよかった。もっと自分の心に従えばよかった。自分自身に対してもっと正直になればよかった。誰しもそういう後悔があると思うんですよ。それはね、本当人生最後を迎える、その直前にね、そうやって、後悔する人ってたくさんいると思うんですよ。それを思った時にね、自分はまだ荒さ後半というわけなんですけれども、そんな、どうなんですかね。年齢についてはあまり意識しないようにはしてるし、ぶっちゃけ年齢はただの数字ですので、たとえどんな状況であれ、年齢がどうであれ、やる人はやる。やらない人は難癖つけて一生やらない。そういうもんだと思うんですよね。その辺考えたら、ただ受け身のまま、ずーっと眺め続けるだけの傍観者で居続けるか、それとも自分のペースで一個ずつ積み上げていく、または自分のペースで、前に進み続ける行動者であるか。要は、ただの傍観者か、それとも行動者、どちらを選ぶか。もうどちらを選ぶかは自分次第。これについてはもう自分次第ですね。
他人に決めてもらうんじゃなくて、自分の意思で決めることが大切であるというふうに僕はそう思います。この野鳥のさえずり、やっぱいいですね。いや、和むわ。で、向こう側にもあれ、ウグイスとか、いろんな鳥がたくさんいましてね。そういった鳥のそのさえずりや鳴き声とかそういうものを耳にしながら歩いているこの時間がめちゃめちゃ幸せです。こういう小さな幸せ、この小さな多幸感、それを大切にできるぐらいの、なんていうか、心の豊かさ、その余白を楽しむぐらいの寛容さがとても大切ではないでしょうか。今そんな感じのことを思いながらこうやって話しているんですけれども、こういう感じでね、これから先も自分のペースで動画を撮り続けていきますので、今後ともよろしくお願いします。というわけで終わりにします。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。